2ヶ月間投稿をサボり散らかしたことを深くお詫び申し上げます。今も6万円のリボ払いとカードローンの返済に追われている始末、最終的に適応障害とうつ病の診断をそれぞれ受けることになりますわ。アレクサ、ただいまですわ。わかりました。起き上がれね。皆様お久しぶりですわ。没落系リーマン男性お嬢様の布宮ぬんですわ。長らく投稿していなかった謝罪とか色々言いたいことはあるんですけれども、今日ちょっとご覧の通りめちゃくちゃ疲れてまして、普通に撮影するつもりでカメラをセットしたのに、ベッドを見た瞬間これですわ。人間は弱い。ちょっとこの成人男性は使い物にならないのでスキップいたしますわね。ご機嫌うるわしゅー。この度は150人もの方々にチャンネル登録をいただいたにもかかわらず2ヶ月間投稿をサボり散らかしたことを深くお詫び申し上げます。これはもう単純に本業のお仕事がめちゃくちゃ忙しかったからですわ。あまり詳しくは言えないんですけれど、私は今物を仕入れて販売する商社のようなお仕事をしていて、投稿が途絶えた11月から今頃にかけてといったら何を隠そうブラックフライデー。これに関わる販売業なんてもうてんやわんやですのよ。本当に良いお客様もいらっしゃる中、理不尽なクレーマーもその分多くて思わず切れ散らかしそうになって、なのでさっきの私の姿はブラックフライデー当日を乗り越えて街で後輩たちと飲み散らかしてきた後の残骸ですわ。さて、ありがたいことにたくさんの方にチャンネル登録をいただいたので、改めて皆様に私のことを知っていただきたいなと思っていますわ。初めての動画でも簡単な自己紹介はいたしましたけど、今回は私の生い立ちや活動を始めた理由を改めてお話ししていきますわよ。ちょっと真面目なお話ですけれど、聞いていただけるととっても嬉しいですわ。チャンネル登録、高評価ですわ。私は1996年、秋田県秋田市に一般男性として生まれ、実業家であるお父様とお母様の下で育ちました。家族仲も悪くなく、経済的にも安定した家庭。ピアノや英会話などの習い事もさせていただける恵まれた環境でしたわ。自分で言うのもあれですが、子供時代の私はそれなりに優秀で、中学校の終わりまでは学年200人中10位以内の成績。まあ高校で学年ビリまで落ちたのはまた別のお話ですが、あとは中学、高校の合唱コンクールではピアノ伴奏を務め、全クラスの中での最優秀伴奏者賞を受賞しておりましたのよ。ピアノも今はほとんど触れておりませんけどね。そんな順風満帆だった私の人生、中学の頃、その後の人生を狂わせる出来事が起こります。それはいじめ。私が通っていた中学校はいわゆるヤンキー校と言われ、授業中に廊下を見ればサッカーをやっていたり、トラブルによる緊急集会が月1であるような学校でした。きっかけが何だったかも覚えていないのですが、私はある日から不良集団に目をつけられ、日々のいじめの的になりましたわ。教室や廊下、玄関など場所を問わず暴力を振るわれ、当時の先生にも見て見ぬふりをされ、この頃から慢性的な人間不信に陥りました。ついには消えてしまいたいと思い始め、何度か実行に移そうとしたこともありましたわね。当時は誰にも相談できず、両親にも悟られぬよう成績を維持しようと努力して、でも実態は学校に行くたびにしんどい目に遭うという板挟み状態。それから2年が経ち、やがていじめは落ち着きましたけれど、過度な人間不信と消えたいという願望は簡単には消えないんですのよね。なんとそれから15年前後も私を縛ることになりますわ。マジでめんどくさいんですのよこれが。時期は進み、進学先の大学でも人間関係のトラブルに巻き込まれ、最終的に適応障害とうつ病の診断をそれぞれ受けることになりますわ。同時期には別の発達障害も明らかになって、自分は出来損ないという思いに駆られるようになります。その後、虚無のまま大学をギリギリの成績で卒業。何かを変えられればと考え、半年間だけ台湾に留学させてもらいましたわ。もともと語学が好きで言語を学びに行ったのが主な理由ですけど、今考えると信じられなくなった環境を外から見直して冷静になりたかったんだろうなと思いますわ。結局半年間でそんな状態が治るわけもなく、留学を終え、お父様の事業が傾いたことによる実家の没落を経た後、北海道札幌市で就職して現在に至る。とまあ、ちょっとカロリー多めのお話ではあるんですけれど、これが大雑把にまとめた私の半生ですわ。さて、ちょっと暗い思考で人生を歩んできた一般男性が、なぜリーマン男性お嬢様になったのかというお話ですわね。アラサーに至る現在まで、
サラリーマンとして働き続けていますけれど、なんだかんだ良い方々に囲まれて、いろいろなことを学べる良いお仕事をさせていただいていますわ。ただ働けば働くほど、社会と自分自身との間に大きな溝があることを感じるんですのよね。例えば私はがっつりの夜型人間で、朝起きるのが苦手なせいで月に2、3回も会社に遅刻したり、平日の同じ時間、同じ場所に行くことがとにかく苦痛だったり、目上の方の状況や機嫌を伺い見て、空気を読まないといけない風潮だったり、社会人が当たり前にやっているようなことが、私は数年経ってもできないんですのよ。いわゆるただのわがままですけれど、私はそれすらも劣等感の火種になっていましたわ。今はある程度改善されたとはいえ、その思いはまだ完全に消えてはいないですし、何より、業績、責任、仕事の量、そういったものは成長していく一方、手取りはそこまで増えるわけではないんですのよね。役職を持ってからはなおのこと忙しくなって、趣味に費やす時間もどんどん消えていき、お家は徐々に仕事で疲れた体力を元に戻すだけの場所と化していきますわ。忙しさで心の余裕がなくなるあまり、学生時代のトラウマが蘇って数ヶ月塞ぎ込むこともザラ。ご存知の通りお部屋も汚い、自分の身の回りのことすらままならない停滞を繰り返していましたの。さらには社会人の財力を勘違いしたあまり、ストレスで焼け食いと焼け酒にお金を費やし、今も600万円のリボ払いとカードローンの返済に追われている始末。同年代の友人も人生を順調に次のステージへと進めているのを見かけるようになってきて、自分の人生はこのしんどい思いのまま終わっていくのだろうかと考えるようになりましたわ。そんな中、ふとお友達と通話をしながら YouTube を眺めていた時に、キャラクターを立てて Vlog 動画を投稿している方々を拝見しましたわ。日々の生活や旅行を好きに楽しみながら、トラブルすらも面白おかしく動画にしている様子は、私にはとっても輝いて見えたんですのよ。すぐに YouTuber をプロジェクトとしてやらないかと相談をし、お友達も賛同してくれました。わがままで身の回りのことがままならなく、実家がもともとそれなりに太くて没落した身、それってつまりお嬢様ではという発想から徐々にキャラクターを形作っていきましたわ。その時に話していたお友達、桃代さんは作曲が得意で、私は声音作業が得意だったので、テーマソングと BGM を多数作ってイラストレーターの方に立ち絵を発注して、そうして2024年のクリスマスに生まれたのが私、布宮ぬんですのよ。あの準備期間はここ十何年の中でも久々にワクワクしていましたわね。そうして2025年4月に動画投稿を始め半年強、当初夢見たように日常のトラブルすらも動画のネタにし続けた結果、たくさんの方々にチャンネル登録や温かいコメントをいただけました。お嬢様になってからというものの、私は自分の欠点すらも許せるようになって、どんなことであってもチャレンジとして食らいつけるようになり、中学以来初めてすっごく前向きに生きられていますわ。皆様に支えられ認めていただいている、そんな今がとっても幸せで、後ろ向きな気持ちで失った過去をこれから取り返してやろうという思いでいっぱいですのよ。本当にありがとうございます。長くなりましたけれど、これが今の正直な気持ちですわ。まだまだ未熟ですけれど、皆様の応援があって生きていることを実感していますし、来年は本当に今のお仕事を退職して独り立ちしたいので、この活動をさらに広げてやろうと思ってますわ。ちょっとお酒が入って喋りすぎましたわね。さて繁忙期も抜けましたし、今日は久しぶりに12時間とか寝てやりますわよ。また明日から独立に向けてちゃんと頑張っていかないとですわね。あ、この後ガチの名曲な新エンディングがあるので最後まで聴いてくださいまし。どうかお願いします。こんな私を応援してくださる方は、ぜひ動画の高評価、チャンネル登録をお願いいたしますわ。ここまでのご視聴ありがとうございました。お嬢様修行はまだまだ始まったばかりですわよ。